食学。春先にかけ高知県民をざわつかせる食材、天然ぶり。特徴はたっぷり乗ったその脂。その豊かな旨味は天然ならでは。しかし僕は養殖が絶対美味しいと思います。やっぱり脂が乗っちゃうもん。以前は天然やったんですよけど今は養殖が好きです。養殖が好き。いや食べてほしいです。養殖ぶりの方が美味しい？あなたは天然？養殖？どっち？ということで今回は天然に勝るとも劣らない養殖ぶりのうまさの秘密を徹底調査。高知ならではの養殖に適した漁場、そしてこの餌の半分が魚粉でできてますね。あとはこの魚粉とは別でっていうのを配合して独自に発展した養殖技術があった。さらに陸で育てる最先端の養殖場に潜入。これを見れば養殖ぶりの常識がきっと変わる。高知県室戸市。室戸沿岸の豊富な餌を求め春先には大量の天然ぶりがやってくる。美味しいですね。やっぱ産卵で来るんで、やっぱ油蓄えてるんで、そう、産卵を控えた春ぶりは脂の乗りが抜群。そこで室戸市では室戸春ぶりとしてブランド化するほどに。しかし仲卸業者はこう語る。養殖も今すごい餌が良くなってるんで、めちゃくちゃ良くはなってます。ちゃんと飼料、餌を調節してやってるんで、昔みたいに生餌だったら臭かったんですけど、今は全然あえて養殖の方がいいかもしれないね。そう、養殖ぶりが熱い。養殖ぶり、一体何がいいというのか。やっぱり脂の乗りがやっぱりブリの一つの美味しさっていうことになります。餌が非常に大事なんですけれども、どの時期にこういう餌をやったら太りやすいとかいうことも研究的にも蓄積されていますし、業者さんの経験的にも分かっていると思います。そう、天然ぶりと脂の乗りが変わらない養殖ぶりを育てることができるのだ。養殖ぶりを扱うお店でもうちはお刺身とか、たたきとか、ぶりしゃぶとかやってますけど、養殖のぶりなんで脂も多いんでやっぱり美味しいと思います。料理人も養殖ぶりの脂の乗りには太鼓判を押すほど。一体なぜ養殖でそこまで脂の乗るぶりを作ることができるのか。養殖現場でその秘密を探ることに。養殖ぶりの本場高知県宿毛市。高知の養殖ぶりのおよそ8割がここ宿毛湾で生産されている。宿毛湾あるいは大月町あたりはですね、昔から非常にブリがたくさん取れましたので、地域の言葉として「泣きよったらブリ食わせるぞ」という言葉が残されています。これは毎日のように子どもたちはブリを食べさせられて、もうブリに飽き飽きしていると。そんな宿毛でブリの養殖が始まったのは昭和30年代半ば。ここで養殖が盛んになった理由、それは宿毛湾ならではの独特な環境にあった。黒潮の影響を受けて水温が高いということで、ブリのような魚の成長がいいということ、非常に海水の交換がいいということ、それから波が非常に穏やかで生けすを置きやすいということ、岸近くからある程度の水深を得られますので、非常に養殖いかだを置くのに向いていると。また宿毛湾の周囲の山々から流れ込む栄養豊富な清流も肥沃な漁場を育んでいる。そう、水温が適度で餌が豊富、ストレスなく育つため脂の乗りが抜群の養殖ぶりが育つのだ。しかし環境だけではない。
漁師たちの絶え間ない努力も脂の乗りを最高のものにする要因の一つ。ここら辺ですね。もうすぐそこです。ここです。この生けすにどれぐらいいるんですか？この生けすに4000匹ぐらい入ってます。だいたい5キロぐらいの魚が育て始めて1年7ヶ月ぐらいですね。養殖ブリはモジャコと呼ばれる天然で採れた稚魚を生けすに放ち、1年後およそ3キロから5キロになると出荷される。通常出荷するまで2年ほどかかるのだが、つくも湾の養殖ブリはおよそ1年半。その成長スピードは日本一と言われている。そして脂の乗りを最高のものにするためにこだわっているのが餌。この餌の半分が魚粉でできてますね。あとはこの魚粉とは別でサトウキビエキスっていうのを配合して、それで魚のうまみ成分とか血合いの変色を遅らせてますね。切った時に血合いあるじゃないですか、それの変色がすごく遅くて、ポリフェノールの効果でそうなるみたいなんですけど、うまみ成分を増やし味の劣化を防ぐことができる餌の配分を研究したという。さらに水揚げ方法にもこだわりが。いつも水揚げはこれぐらいの時間帯です。そうですね、だいたい5時ぐらいからやります。出港からわずか2分、湾内で船が止まった。何でもここで水揚げをするという。なんかもっと沖の方まで出るのかなと思ったんですけど、こんな近いんですか？そうですね、必要な分を1週間分とか大きいからこのイカダに入れて持ってきてますね。そう、水揚げを行うのは沖にある先ほどの生けすではなく、堤防の内側にある一回り小さなイカダ。だいたい1週間で、2000匹ぐらい使うんで、この生けすに2000匹ぐらい入れて沖から引っ張って持ってきてます。あらかじめ湾内まで養殖ブリを運び、陸に上げるまでの時間を短縮、味の劣化をできるだけ防いでいる。魚を締めた時から劣化が始まってくるんで、いかに早く加工して梱包して出荷するっていうところをみんな心がけて出荷してますね。天然に勝るとも劣らない脂の乗りを実現させた養殖ブリ。さらに優れた点が、天然の場合ですと季節変動といいまして、脂の乗るのがやっぱ秋から冬にかけというと限られた、シーズンになりますけれども、養殖技術が発達してありますので、脂の乗りが安定している。天然ブリの場合は脂の乗りや身質に季節や個体によって差が出るため当たり外れが大きいが、養殖ブリは一年中脂の乗りが安定しているのだ。今って本当餌も良くなって、夏でも冬でも常に味が変わらず美味しいので、本当に今の天然と養殖ブリを食べ比べてみてもらいたいですね。しかし2021年、養殖業者たちを脅かすある問題が。養殖に欠かせないブリの稚魚モジャコが全く取れず、養殖ブリの生産数が急激に落ち込んでしまったのだ。どれだけ養殖技術があっても稚魚が取れなければ始まらない。しかしそんな危機に手を差し伸べる救世主が現れた。最先端の養殖技術の研究をしている山崎技研の森田さん。未来を変えるかもしれない養殖とは。こちらです。ここですか？これ全部養殖のブリですか？そこには大量のブリが。するとこの子たちは自分たちが4年前に卵から育てたブリになります。人工で作った親たちから人工で稚魚を作りますので、完全養殖っていう言葉が使われます。そう、
天然のモジャコを取ってくるのではなく、なんと施設内で卵からモジャコになるまで人の手によって育てているという、まさに完全養殖。8年前に始めたこの技術、安定してモジャコを生産できるため注目度も高く、年々出荷量というものは伸びてきておりまして、2023年ですと100万尾以上を販売させていただいております。人工の魚を使うことで欲しい尾数が計画的に手に入って、周年おいしいブリが食べれるようになると思います。よりおいしく、より多くの人に届けるため進化を続ける高知の養殖ブリ。土佐人の飽くなき探求心のおかげで脂の乗った最高のブリを味わうことができるのだ。次回は脂の乗ったブリとの相性抜群、高知に伝わる幻のスーパーフード葉ニンニクの魅力に迫る。